こんにちは。新学期始まって早々連休が来ますね。今回は連休前に作っておきたい最大11日分の作り置き下味冷凍、好評の時短で胃袋つかむ美味しい献立、バリエレに袋をセットしたらラベルを置いていきましょう。ピーマンは冷凍すると苦味が飛び食べやすくなります。お肉に絡みやすくするため横に切って4個分をカット。豚バラは1センチから2センチほどにカットします。豚肉は細切れなどでも OK です。水分を抑えたら塩コショウをして、さっき切ったピーマンとお肉と片栗粉は大さじ2から3です。数回に分けてなじませて、混ぜたら袋に詰めていく。あとは調味料です。タレは別の袋に入れていきます。すき焼きのタレ大さじ 3.5、オイスターソースと砂糖大さじ2分の1。空気を抜いて冷凍庫に保管します。解凍は流水解凍です。まとまりやすくなっているので小さめに丸めて、軽く油を敷いたら弱めの中火で蓋をする。裏面焼けたら裏返して、少し焼いたらタレをかけていきます。あとは焦げないように揺すりながら火を通したら完成です。チンジャオロースのハンバーグみたいでとても美味しかったです。ハヤシライスは家族が喜ぶ大好きなご飯。準備しておくと楽ができます。玉ねぎ1個半分を薄切りにカットして、エリンギですが他のキノコでも OK です。これをカットしていく。半額になっていたので買ってきました。少し大きいので小さくカット。お肉に塩コショウで下味をつけたら軽く揉み込みます。順番は玉ねぎを炒めたいので牛肉、キノコ、玉ねぎの順で、玉ねぎを一番上に詰めたら完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。流水解凍しました。上に入れた玉ねぎだけ入れて火は強めの中火で、焦げそうになったら水を少量入れて手早く炒めると美味しくできます。残りを入れて軽く火を通したらお水を入れて通常通りのハヤシライスのルーを入れて15分から20分ほど煮込んで完成です。カットしておくだけでも断然早いです。とっても美味しかったです。鶏もも肉はカットされているのでそのまま入れたらあとは調味料だけ。鶏肉に下味をつけてタレは別で作ります。醤油と酒大さじ 1.5、 別ダレはポン酢大さじ2、砂糖小さじ2、マヨネーズ大さじ1。コレステロールカットはダマになるので通常のマヨネーズです。空気を抜いてタレと一緒に冷凍庫へ保管します。解凍プレートで解凍しました。火は弱めの中火で蓋をする。煮汁が見えて両面に火が通ったらタレを入れます。あとは譲りながら絡めて完成です。さっぱりしてて桃プリプリでとっても美味しかったです。ヘルシーなささみは子供が喜ぶレシピに変身させます。薄めにカットして詰めていきましょう。ハサミで切っても OK です。袋に詰めていく。チーズは塊になっちゃったんですがこのくらい入れて混ぜたら、マヨネーズ大さじ 1.5、 片栗粉大さじ 1.5、カレー粉は SB のカレー粉大さじ1強で完成。空気を抜いてよく揉み込んで冷凍庫へ保管していきます。解凍は流水解凍しました。フライパンに均一に伸ばして周りに油を敷く。火は弱めの中火で蓋をする。パチパチ音がして焼けたらひっくり返して、塊のチーズを入れたらカレー粉を少々かけて蓋をすると余熱でチーズが溶けます。子供がむちゃくちゃ食べてくれます。とっても美味しかったです。手羽先の皮に十字の切り込みを入れて染み込みやすくします。裏面は刺して切り込みを入れていきましょう。ごまが絡みやすく火が通りやすいのであれば手羽中がおすすめです。はしごしたのに品切れでした。塩コショウをまぶして袋に詰めていく。醤油大さじ3、酒大さじ2、みりん大さじ1、ニンニクチューブ大さじ1、ごまは大さじ5から6。これで完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。流水解凍です。できれば一度ざるに出してから片栗粉をまぶしてください。170度の油で入れたらひっくり返す時以外触らないように注意です。きつね色になったら完成です。ごまと皮が香ばしくてとっても美味しいです。
これも簡単でおすすめレシピ、玉ねぎをくし切りにざっくり切ってブンブンチョッパーかミキサーでみじん切りにしていきます。新玉ねぎを使うと苦味が少ない分、炒める時に時短ができます。お肉は合いびき肉、豚ひき肉でも OK です。詰めていく。玉ねぎも入れたら、あとは調味料だけ。カレー粉は SB です。小さじ2、ケチャップ大さじ5から6、ウスターソース大さじ3、これで完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍プレートで解凍しました。フライパンのみ全体に乗せたら、火は弱めの中火で蓋をします。グツグツ煮立ったら混ぜながら水分を飛ばしていきます。水分がこのぐらい少なくなってきたら完成です。これむちゃくちゃ美味しいので、ぜひお試しください。次も具材を入れるだけの時短レシピ、豚ひき肉を詰めていく。コーンは水気を切ってから袋に詰めます。タコミートでみじん切りにした新玉ねぎも1/2分の1ほど加えて、エラでかき上げるように混ぜたら完成です。砂糖大さじ2、醤油大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1、にんにくチューブ1センチ、生姜チューブ少々、ごま油大さじ1、片栗粉大さじ3、これで完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管していきます。油を敷いて餃子の皮をフライパンにまんべんなく乗せて、流水解凍した種を平らに伸ばしていきます。分厚いと火が通りづらいので薄く少し伸ばしたら、水溶き片栗粉を皮の周りに流してから蓋をする。火は弱めの中火で皮がパチパチして焼けたら裏返して、裏面も焼いて火が通ったら完成です。ポン酢をつけて食べてください。とっても美味しいです。麻婆豆腐は熱くなってきたので、あっさりした鶏ひき肉を使います。長ネギは白い部分だけみじん切りにカットしたら詰めていきます。下味冷凍自体が時短ですが、作る工程も時短できるレシピです。鶏ガラスープの素大さじ1/2分の1、豆板醤1センチ、砂糖大さじ1弱、醤油大さじ 1.5、酒大さじ1、水 200ml、味噌入れ忘れ大さじ1です。空気を抜いて冷凍庫に保管します。解凍プレートで解凍しました。火は弱めの中火で蓋をする。早めに火が通るので、そぼろを崩して豆腐を入れていきます。豆腐は絹でも木綿でもお好きな方で、入れ忘れした味噌も加えて蓋をします。豆腐が煮えたら水溶き片栗粉を入れて、とろみがついたら完成です。子供も好きなあっさり麻婆豆腐です。この前作ったエビカツの焼きバージョンです。片栗粉で汚れを取り、洗い流したエビを細かく切っていきます。ブンブンチョッパーなどで時短しても OK です。細かくしたら袋に詰めていく。エビカツにしたい方ははんぺんは2枚にしてください。今回は1枚ほぐして入れます。暑い時期に美味しいしそ巻いて細かくカットしていきます。袋に詰めたら水気を切ったコーン缶半分も入れて、片栗粉大さじ 3.5、 卵1個、下からほぐして混ぜて完成です。空気を抜いて揉み込んで冷凍庫に保管します。流水解凍しました。油を敷いて大きめスプーンサイズにします。火は弱めの中火で片面しっかり焼けたら裏返して蓋をする。両面焼けたら完成。残りは四角でまとめて焼きました。オーロラソースかお好みソースが美味しいです。海鮮お好み焼きみたいでとっても美味しいです。脂が乗っているというネーミングに惹かれてサバにしました。塩を両面に振ってなじませて、少し置いて拭き取りしたら半分に切る。あとは袋に詰めたら調味料だけです。砂糖大さじ1強、みりん大さじ1、酒大さじ1、醤油大さじ1/2分の1、バター 30g、これで完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管します。流水解凍です。フライパンに並べてタレとバターを入れて蓋をする。火は弱めの中火で煮ていきます。煮立ったら裏返してタレとなじませて完成です。子供がとっても喜んで食べてくれました。じゃがいもはざっくりカットして水にさらして水気を切って600ワットで 4,5 分加熱する。足りなければ20秒ずつ追加してください。
さっきの新玉ねぎをみじん切りに、ベーコンも小さめにカットしておきます。これはメイクインですが男爵がおすすめ。マッシュしたら玉ねぎを1/4、ベーコンとツナコーン缶を入れて混ぜます。オイルが入っているとべちゃっとしてしまうので、オイルを切ってから入れてください。失敗しました。混ぜたら調味料です。片栗粉大さじ2、牛乳大さじ1、醤油大さじ2。お砂糖は大さじ2なんですが、甘めが好きな人は調節してください。袋に詰めていく。手間がかかるコロッケもこれでとっても時短ができます。空気を抜いて冷凍庫に保管します。流水解凍しました。大きめのスプーンで取ったらパン粉をまぶして形を整えて丸めていきます。油は170度の油で揚げます。片面きつね色になったら裏返して両面揚げたら完成です。具材を炒めなくても時短でとっても美味しいコロッケです。美味しかったのでぜひ作ってみてください。スープや汁物を料理すると卵を茹でたり揚げ物ができなくなってしまうので、ミニマムな IKEA の鍋を購入しました。揚げ物料理にちょうどいいサイズで深さがあるので油跳ねしにくいのと、取っ手部分も持ちやすく熱に強い、デザインも可愛く値段もお手頃です。ご存知の方も多いと思いますが、 IKEA のバリエラーは下味冷凍のフリーザーバッグをかけるのにちょうどよく、2つの金具に挟んで複数の袋を支えることができるアイテムです。7つ分なので1週間分の下味冷凍が作れます。使わないときはコンパクトになるので収納にも便利で、買いも複数持っている超愛用品です。ニトリのフリーザーバッグは必ずストック3個ぐらい持っています。デザインはデコホーム限定品でレースの可愛いデザインです。すっぽりと収まります。サイズ違いで SS サイズですが、これもよく別でタレを作ったりするときに使います。金具2個に引っ掛けられるのでおすすめです。今回は連休をゆっくり過ごすための作り置き下味冷凍11品を作りました。特におすすめはタコミートやエビボール、コロッケ、和食好きさんにはサバみりんバターなども美味しかったです。調理工程も比較的早くできるものが多いので全部推しです。お休みの予定はもう決まりましたか？最大10連休なので皆様が快適な休日をお過ごしできますように。ご視聴ありがとうございました。またお会いできますように。